単行本の帯のコメントって、帯コメントって当たり外れ激しいけど刺さるときは刺さりすぎるよな。自分が刺さったのはメダリストのこれ。とにかく素晴らしい漫画なので全人類読んでください。余熱原始。余熱連れてくるとはめっちゃ出版社から押されてるって思ってた。連れてきたんじゃなくて追突してきただけだった。星野源推薦。下品さのかけらもない創意工夫にあふれた素晴らしい作品なので、ぜひご家族でお読みください。まああんたほどの実力者がそう言うのなら。訴えます。ライオンキングは許せても田中圭一は許せません。手塚ルミ子。さらっとライオンキングこすっててきさ。数多くの名誉ある賞。受賞したとは言ってない。まあ目を引かれる帯なのは間違いない。これらは数多くの名誉ある賞なのじゃ。ただの賞の紹介ね。くっそ。守護しかなくて草。ヤニ界の姉をカボちゃん共鳴。ヤニって人生変えちゃうよね。カボちゃんをヤニ界の姉を呼ばわりしてるヤニ猫の帯とそんな仕事してくれるカボさん好き。この世に許せないものが2つある。椎茸の入ったコロッケと島本和彦だ。藤田和弘。さらに激怒。関係ない漫画キャラを使われる藤田先生。試される。買う勇気。試される。売る覚悟。3巻の帯が気になる。2巻のケツから出てる刀から目をそらせばかっこいい表紙なんだがな。魔法少女にこんな残酷な運命を背負わせるなんてひどいよ。あんまりだよ。魔法少女まどかマリカ。フェイトゼロの作家。うろぶちげん。驚嘆。ある意味お前がパイオニアやろがい。ヴィンランドサガ8巻の帯にアシェラットシスと書いた担当者のことは未来永劫を許さない。ヒルドさんは許しても俺は絶対に許さない。どうしよう。死ぬまであの帯担当者に怨念を送ろう。先駆け黒町高校一巻の帯込め。売れなかったらどうしようが強烈に頭に残ってる。時代と運命に翻弄され深く思い過去。傷を背負った野望と欲望を渦巻く凄まじき野獣の群れ。愛、夢、極限を生きて生き抜く。そこに隠された秘めたる真実とは。血騒ぎ湧き踊る。力強い圧巻の鋭い筆致で書き切る。究極のサバイバルの極地に私の心は酔いしれた。合唱、藤岡弘。なんで？何つながりで？一緒にくまくってたやん。なんで？藤岡弘さんゴールデンカムイの帯コメントの依頼が来た時に、全話読んでからコメントしますって返したっての好き。ってことは全巻読んだのか。インプレゾンビ絶賛。はい、あなたのこの本をいつもありがとう。これ好き。わろた。そういうことか。皮肉が効いてて好き。ロボコが帯も寄せてくるのほんと好き。アトブラクロ10周年おめでとうございます。こういうとこも好き。ガチャピンの前歯って乾かないの？乾くよ。どんな帯だよ。次に来ないでほしい漫画大賞第1位。インパクトあるな。お化けと人との関係はこのくらいがちょうど良いんです。ほんと、京極夏彦推進。あなたほどの人が言うならそうだろう。京極先生、確かオールスター共演の自作ににゃんこ先生出したんだっけ。互いにそばにいる言い訳を探す先生とゆきさん。バカ野郎を勃起するじゃねえか。野田悟。歴史もの BL にコメントを寄せていた野田先生。そして主役ではなく谷垣のイラストか。滑らかに人が死ぬ漫画です。先達への敬意と、それだけで終わらない作家性を感じます。鳥足原先生が初期の呪術に書いた推薦文。単眼猫が巻末コメで歓喜してたな。巻末コメントの私が死んだ時は棺桶にこの帯を敷き詰めてくださいはちょっと笑った。実は愛読していた巨匠、高橋留美子。爆笑からの衝撃のラスト。頑張れ清。君に幸あれ。プリズンスクールに高橋留美子の推薦文はすげえ衝撃受けたわ。主役の性格が悪い。ワールドトリガー。芦原大輔先生推薦。これが推薦作品に寄せる言葉かよ。どうせいろんな女性声優に帯込め頼んでるんだろ。田所あずさ。田所あずさのたまに見せる切れ味好き。忙しすぎて読めなかったけど多分面白かった。プロゲーマー梅原。これ、嘘でも読んだとか流し読みだったけどとでも言えばいいのに。子供の頃にバレエを習いたかったけど、獅子舞を習わされた私にとって憧れの先生です。東村明子。全く内容の説明をしてないイカれた推薦文だけど実際、バレエかと思ってたら獅子舞だった感じのイカれた漫画なので奇跡的に合っている帯込め。現実に、負けるな。今一番現実に追い抜かれそうな将棋ラノベ最新刊。帯がめっちゃ煽ってきてて草。作者の X より、事実は小説よりもきなりってこのことよね。画像はないんだけど、俺の性欲で誰かが傷つく必要なんてどこにもないはずなんだ。お前が積極的に傷つけようとしてないか。
同じプラスチックネさんだと6巻のこの漫画が売れないのはどう考えてもこの漫画が悪いってのが好き。全盛時価が読むべき漫画だ。麻生太郎氏大推薦。無駄もなき改革の麻生さんのコメント。運命の巻き戻しはコロコロなのに帯のメンツが渋すぎて興味持った。河村元気とかうろぶち源とか辻村瑞希とか。コスモスの帯コメントが毎回豪華すぎて驚く。久保太斗先生、藤田和弘先生、風間俊介さん、荒川博夢先生、高橋留美子先生、浅田博之先生。突然の風間俊介。ここからが面白いんだよ。ヤクネバがオダッチ推薦だったな。売れた理由の何割かは影響してんじゃない？はい好き。頑張れあかね。あかね話はオダッチの帯のおかげで手に取ったわ。小田先生の絶対好きなのにしか書かないかん。ずるくて、とても美しい。涙の幕引きです。異種間コミュニケーションの小さな結実を大きな視点で書き切った傑作だと思います。芦原先生の帯コメ好き。マグちゃんは愛されてるよな。三部さん、ジョジョの3部を手伝ってくれてありがとう。懐かしいね。荒木博彦氏推薦。推薦文でも何でもないただのメッセージじゃねえか。と突っ込みつつも荒木先生らしいなとなった記憶。まさに奇妙なサスペンスの最高峰とはこの漫画のことだ。荒木先生の推薦のおかげで嘘食いに会えた。先生ありがとう。まさかの同じ人がいるとは。確か3巻だったかな。ドクター K 絶賛。医師の使命は目の前の命を救うこと。設備がない異世界で使命を貫く姿。お前も本物の医師の一人だ。あなたほどの男がそう言うなら。ナスキノコ氏絶賛。これは否定を肯定にする物語。さあ変わろうぜ諸君。裏面にもギチギチにコメント書いててこはよかった。全メディア黙殺。今や社内的にも黙殺。世間様の目をかいくぐりまだまだ元気いっぱいですよ。印象に残ったのはこれ。ラブヤンの全メディア黙殺。なおラブヤンは勢いあるセリフ回し&怒涛の下ネタが特徴的なコメディで編集部から売れてるし今から下ネタ自粛すればアニメ化の候補にあげるよと打診を受けるが今のお下劣漫画を続けたいから辞退しますとメディアミックスを断った曰く付きの漫画です。ジャンププラス連載中のアスラの沙汰、ヒロアカの堀越康平、心配っていう帯好き。でも自罰的な怨念を感じました。心配ですって言いたくなる気持ちもわかる。確かに心配になる内容ではある。杉田智和氏推薦。もう嫌だこの学校。いいぞもっとやれ。無名の同人ゲーム時代から推している人からのコメント。もはやこれは裏でも何でもない峰倉和也。相変わらず終始スタートダッシュで逆走なテンション。そのセンスには嫉妬すら覚える。東真由美。表紙の大半を隠す帯。とにかく知り合いの有名作家に声をかけて売ってやろうという編集の執念を感じる。それはそれとして漫画家の本音が漏れ出てるのが好き。さあ、あの日見た夢の答え合わせをしよう。何をしてるのか全然わからないと評判のアニメをかなりわかりやすく紐解いてくれる親切な参考書みたいなコミカライズについてた帯コメント。まさに答え合わせという言葉がぴったりだった。ちゃんと注目したことなかった。なんならビニールと共に破ってた。次からはちゃんと見てみようと思いました。表紙も実はあまりちゃんと見てませんでした。すぐ中身見ちゃう。でもこの動画を作ってからは表紙も見るようになりました。表紙に隠された秘密をまとめた動画です。面白いですよ。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。